それでは家族会議車中会議。ルーちゃん何やってる？あ、お水まだ飲む？入れとくよ。結構この車さ良かったじゃん。安かったし広いし。取ってよ、こっからの方じゃない方がいい。はいどうぞ。でも内装とかをねこう、DIY するつもりはないから。内装はそんな悪くないって。まあ快適か。俺の目には。まあそう見えてないからね。でもこのシート買ってよかったじゃん。まずこう見た目的にね、気分的に今はこれ買ってよかったなと思って。で冷蔵庫をテーブル側にしてたけど、このキングキャンプのねテーブルが高さもちょうどいいね、ぴったりはまって、もう私のストレスが全然これで冷蔵庫も開けられるし、解決したわけで。あと電気問題ね、デルタ2を導入して、でこれでもう大丈夫でしょ、電気問題はね。200ぐらいのもんじゃん。だったらもうこのデルタ2とあとマックスパワーの全部で1500あるから、なんとかでキャンプの時はね、もちろん電気なんか使わないから、外に出たらガスとかね、焚き火とかそういうものを使うから、だから車の中ではガスは使わないと、そんな感じでやっていくじゃん、で次の快適化、もう重要なこの車の欠点、まあ最初から分かってはいたよ。分かってはいたけどびっくりしたよね。びっくりしたよね。分かってはいたけど燃費か。びっくりだったよね。びっくりしたね。聞いてる話では街乗り7キロで高速はまあ8、9、まあそうやったらいっかと。古い車だしね。セレナの時だって 8. 点いくつだったから、一般道路で5キロしか走んなかった。最初にガソリン入れた時にね、だからびっくりしたよね。結局は私の走り方に問題があったわけだ。あれはもう偶然。あれおかしい。びっくりしたよ。まあそれで測ったら11キロだったんだよね。11キロ。と思ってね。高速でどれぐらい走ったんだろう。100。いや、あれちゃんぽんだよ。高速山道、街中。街中って言っても田舎だから。だから高速半分、田舎道半分で、セルフでガソリン入れてもらったんだよね、その時ね。セルフじゃなくて、ガソリンスタンドの店員さんに。だから多分、満タンに入ってたと思うんだよ。で、それで帰ってきて測ったら11キロだったんだよね。11キロ。あれにはびっくりしたね。まあでも、まあ燃費が伸びる。高速は伸びると。で、それプラス、ほら、お父に言われたじゃん、2000回転以上、私は今までそんなこと一切気にしてなかったんだけど、やっぱりこの車重いから、走り出しがこう、力がいる。だからもうベタ踏みしてたわけよ。今までね。ベタ踏みはどこでも。もう坂道なんかも超ベタ踏み。それも原因があったよね。あとは、一番最初だったからアイドリングかけすぎ。ちょっと車エンジンかけていろいろやってたりしたことがあったから。そんなことも含めてリッター5キロだったんだよね。まあそれにしてもびっくりだけどね。2000回転にして今やってる最中なんだよね。街乗りで今ちょうど今2000回転以上出してないでしょ。出してない。まあでも街乗りだからそんなにね、そんな超トロトロじゃないよ。ちゃんと気を使って、でそれで何キロか楽しみにしてるのよね。で今週の週末にちょっと土日ね、ちょっと遠出しようっていうことになって、高速使うから、その時に今度は自分のいつものガソリンスタンドでセルフで入れて、高速乗って帰ってきて測ってみようと思ってね。リッター何キロかね。大体どれぐらいだろうな。やっぱり10キロ目標だね。目標10キロ。10キロ走ったらいいよ。でもね、私思い返したんだけど、セレナに最初乗った時、あれも中古だからね、セレナはリッター何キロっていうのがもう出るわけよ、こう切り替えで、いろんな数字が見れたんだけど、最初 9. 点何キロだったの。まあ、9. 点何キロ走んならまあいいかなって思ってたの。でも私が乗り出して 8. 点いくつになったの。
そう今から思えば、今から思えばよ。だからやっぱり運転の仕方がそれは絶対あると思うよ。あるよね。やっぱり急発進、急ブレーキはもう絶対に食うよ、ガソリンを。急ブレーキも食うの？ブレーキ踏んでまた吹かすじゃん。ああ、そっか。だから信号でも赤で止まんないようにして、正で、青で通過していくような感じで行くように心がける。うちらは随分違うと思うよ。でも今気をつけて運転してるから、それで絶対変わる。どれぐらいね違うかね。絶対変わる。リッター7キロ台だったらちょっと嬉しいな。楽しみ。お水飲む？はい。待って。ルーさん、気持ちいいね。気持ちいいね。お外ね。もう開いたかな。もう開いたの。早いよね。はい。さあ、リッター5キロ街乗り、衝撃だったよね。5キロはね、ちょっと許されない距離感だね。本当だよね。今まで RX7 ぐらいじゃない？ RX7 でも5キロ以上走ったかな。5キロ違うことないと思うよ。ね、衝撃だったんだよね。で、家族会議でも話したけど、私はもう急ブレーキ急発進か、そういうもう何にもこう回転数なんか気にしないで走ってたから、それもちょっと悪いんじゃないかということで2000回転ぐらいをめどに走るようにね。で、今回長距離のね猪苗代湖の方行ったから、それで行きは下道なんだけども夜中だったんだよね。夜中っていうか、夜ね出発して、なんで道路も空いてたし高速みたいなもんでもそれでもやっぱり信号では止まるし、渋滞とかがないからね、全くね。それで行きは走って猪苗代湖をこう一周したんだよね。ずっといろいろ観光しながらね。で、帰りは地元までね高速で帰ってきて、最初家を出る時に満タンにして、それで下道で行って、何キロだっけ、120、30キロぐらいだったよね。それぐらいで給油をして測って、そこからまた120、30キロで給油をして測って、で帰りの高速はもう一気に帰ってきたんだよね。高速を降りて一番近いガソリンスタンドで給油をして測ったんだよね。で、その結果が行きの田舎道だよね。もうほぼ夜中家を出て148キロ走って入ったガソリンが 16.65 リッターで、燃費を計算したら8.9キロ。8.9キロすごいよね。そうだよ、すごかったんだよ。すごい。一般道だもんね。でも夜だからね。で、田舎道だったし、ちょくちょく街中みたいに信号があったわけじゃないんで、でも 8.9 キロ。これは良かったですね。で、次の日昼間ね、そこから車中泊したんだよね。だいたいじゃあ同じぐらいの距離でまた測ろうということで、猪苗代方面に向かってね156キロ走って、その時に20リッター入って、その時は 7.8 キロ。昼だしね、もちろん車も出てきてるし、これもでもなかなか、田舎道は田舎道だよね。で、帰り高速道路、高速を乗る前にちょうどガソリンスタンドがあったから、そこで給油をして満タンにしました。そこから地元まで帰ってきて、その距離が 263.5 キロで、入ったガソリンが 27.68 リッター
なんと燃費 9.7 キロ。すごいよね。全部違うね。2キロ違うね。でも大体2キロってあきちゃんも言ってた。下が7なら乗ったら9って言ってた。ただね、やっぱり私たちが住んでるところは本当に街中だからね、その辺をちょろちょろしてる分にはこの時の下道が 7.8 キロだったとはいえ、もっと悪いだろうね。まあでもこれでこの車だけがおかしいって言うんじゃないかな。あれ？どうしてたかな。あらららららら。うんち出たの。うんち出ましたか。すっきりした。まあでもさ、7キロとか8キロとか9キロの世界ってさ、ものすごい燃費悪いじゃん、今の車にしたら。私たちはまあそれを分かって買ったからね、あの車をね。今のさ、キャラバンとかハイエースとか大きい車は新しい車はもっと燃費いいだろうしね。だから購入する人はそっちの方がいいと思うけど、まあ、うちの場合はそのレベルの車両しかね、とりあえず買うことができなかったからね。だからそこの部分は覚悟してたけど、覚悟してたからそれはいいんだよね。ただそこまでいかなかったからびっくりっていうね話で、これもキャラバンでの快適化ね。だってリッター5キロでさ、快適じゃないよね。でもとりあえずほっとしたね。買い替えなきゃダメかな。近く走ってくれたら最高だよね。遠出する時に快適に乗れるようにっていうことで車を買ったからね。とりあえずよかった、安心した。また買い替えなきゃいけなかったんだよねリッター5キロじゃね、さすがに。これで快適にね、バンライフじゃないけど、ライフまでいかないけどね、快適に旅行に行けるんで、精神的にね楽。そうだね、大きい車は楽だよね。燃費がかかるのは、まあ、その代償。古いからね。でも快適。快適。今の高速のパーキングってさ、だいたい車椅子置いてるところ多いからさ、大きいパーキングになるとね、そうするとちょっとトイレに寄りたい時もさ、あれ全部下ろすの大変だから、ちょっと車椅子借りてトイレ行けるからね。下道でスーパーとか大きな量販店みたいなとこ行っても大体車椅子あるから、本当に助かるよね、道の駅もね。じゃあなんで電動乗ってるかっていうと、やっぱりさ、現地着いたらね、断然見るのが楽だからね。電動車椅子が楽だからね。芝生の上、砂利道、段差、もうちょっとの段差、やっぱり押す普通の車椅子大変。乗ってる方もあれだし、解除する方も大変。普通さ、手押しだったら 1,2 センチの段差だって大変だもんね。それが平気で乗り越えてるもんね。いけるからね。両方楽なんだよね。解除する側もされる側も楽。気が楽。まあさ、ほら、程度にもよるし、年齢にもよるよね。乗ってる人のね、気持ち、やっぱり迷惑かけたくないという気持ちが大きいから。若い人でもやっぱりアウトドアには向いてると思う。まあアウトドアだけじゃないけどもね、どっか観光地行ったり、まあ観光地はまだあれか、バリアフリーになってるとこ多いけども、アウトドアキャンプ場なんか行ったらほぼバリアフリーじゃないからね。そうなるとやっぱりウィルはね、タイヤがすごいことになってるからね、全然向いてるよね。でこれも重いけど3分割できるから、そう。あと車椅子は重くないとダメよ、ひっくり返っちゃう。ダメ、怖い。ひっくり返ったら立てないからね。立てないっていうか、もう大怪我する。何ルーク、ボールで遊びたいんだ。ボール持ってきてあげればよかったね。夢で見たのかな、おもちゃもらってね。誰？ルーク？中に餌の入ってるボール。YouTube でね。あれを夢見たんだよ。ボールもらったのよかったねって。中におやつとか入れてそう食べるね。でもね、あれダメだ。あれはね、普通の子にはいいけど、この子だったら多分きちぎってすぐゴロゴロする。俺何遍やられたかね、ボールペン。ボールペンもそうだし、電子タバコもそうだ。全部あらゆるものやられてるからね。まあ届くところに置いとく方があるんだよね。よく言うね。その分歯が綺麗っていうのはある。歯は綺麗。歯磨きガムはあんま意味ないんだよね。い
1分持たないね、30秒持たないね、歯磨き粉は持たないから。食べちゃう。大型犬用のボーンね、ボーンをもうパピーの時から、もうパピーの時からひどかったからね、この子ね。るっちゃんでも人噛まないだけいいね。噛まないし吠えない。ほら来た、ほら来た、ママのおやつおにぎり。やっぱり葉桜になると寂しいね。すごかったね、猪苗代。行くまでも。行くまで猪苗代は咲いてなかったね、まだだった。その前が。その前、中間地点ぐらいがすごかったね。桜並木だらけだった。